どうも、単独歩行者です。パニ散歩ではパニガーレに乗っていろいろなところを巡り、おすすめスポットをご紹介しています。本日はプラネテリア東京に行きたいと思います。プラネテリア東京は有楽町マリオンの9階にあるプラネタリウムで空と大切なことに出会うをコンセプトとしたエンターテインメント空間です。最新技術を駆使したドーム映像と演劇やライブパフォーマンス、音楽ライブなどを融合させたインタラクティブなコンテンツを上映するドーム1とコニカミノルタの最新投影機により限りなくリアルで美しい星空を投影するドーム2の2つのドームで様々なコンテンツを提供しています。そんな最高の施設で星空を見上げてゆったりしようと思っていたらとんでもない上映を見つけてしまいました。その名も R18 大人プラネタリウム2回戦古代ギリシャのハレンチナイト。古代ギリシャの学問に触れながら美しい夜空の下で繰り広げられるハレンチな大人の常時を紐解く、そんながっつりエロティックな18金のプラネタリウムを知ってしまったら行くしかないと言いつつ、内容はタレントのユウさんとバイキングのことを明治さんが軽快なトークで盛り上げるお笑い上演となっているので、40分の上映も飽きることなく楽しく聞くことができます。あらかじめお伝えしておきますが、結構盛況で周りはカップルばかりなので男性一人で行くのはおすすめはしませんが、私は単独歩行者なのでもちろん一人で行きます。それでは到着したので早速行ってみましょう。プラネテリア東京は有楽町駅前にあるので銀座にバイクを止めて歩いていきます。綺麗な施設ですね。今回はいかがわしい上映を見ますが、他にも美しい星々の上映も行っていますのでご安心ください。ドーム1では無料で入場できる星空夏祭りが開催されており、一面に打ち上がる花火を見ながらお祭りを楽しむことができます。9月23日まで開催されていますのでまだまだ間に合いますよ。施設内の細かい展示物も見応えがあって素敵です。待ち時間も飽きずに過ごすことができました。時間も近づくとカップルが続々と集まってきました。さすがに一人で見に来ているのは私だけっぽいですね。隣がカップルシートなのも相まってかなり恥ずかしいぞ。撮影できるのはここまでなので気になった人はぜひ見に行ってみてください。本日はこんな感じでプラネテリア東京を堪能しました。今回の上映もかなり楽しかったのでおすすめですが、津田健次郎さんがナレーションをしているイタリア星空散歩も気になっています。公式サイトでトレーラームービーも見れるので気になっている人は一度見てみてください。プラネテリア東京が入っているのは有楽町駅の隣のビルなのでバイクよりも電車の方がアクセスは良いかもしれません。まだまだ暑いこんな日は星空を見るだけで終わらない360度大迫力の映像を堪能してはいかがでしょうか。また動画も上げますのでチャンネル登録していただけると嬉しいです。 X や Instagram もやっていますのでそちらのフォローもお願いします。ではまた次の動画で。